皆さんこんにちは。ゆるーく解説ゆるちゃんです。本日のトピックは、第2弾、本当に力のある、霊能者の怖い話。それではご覧ください。夏の終わりにみんなで洞窟に行って、その時に占い師みたいな人から止められたんだ。知り合いが腕掴まれて、あなた、今すぐにお祓い行った方がいい。生き量がたくさんついてるわよ。って、知り合いは、まさか、みたいな感じでバカ笑いしてた。周りは勧めたけどね。少し経って知り合いは詐欺にあって、精神壊れて入院してしまった。私も飲み屋で座ってたら別の席にいたユタの人に、あなたの今の葛藤がすごく聞こえてきてって話しかけられた。しかもめちゃくちゃ内容合ってた。お金取られるわけでもなく、ただただ私の現実言い当てられた。他の人も言い当てられてた。全員初対面。向こうも連絡先を教えてくるわけでもなくその場でバイバイ。突然のことで当たりすぎて怖くて詳しくその人に話せなかったけど、もっと相談しといたらよかったと後悔してる。ユタって月なくピンキリらしいね。本物探すの大変みたい。ユタかい。とか言って財産なくしてしまう人もいるらしい。20年以上前に江原博之に見てもらったことある。どうでしたか？当たりました？霊とか見えているのは間違いないと思う。言ってないこと当てられはした。ただ、だからって現実生活に何も影響はないわら。当時、かなり仕事で悩んでて誰にも言ってないのに、それも向いてないとも当てられたな。自称霊能者は結構いたけど、一人だけ本当に霊視能力が高い人がいた。その人はその霊能力で商売するわけでもなく、人々に紛れて普通に暮らしてる人だった。なんかのきっかけで相談に乗ってる人がいて、たまたま声をかけられて同席したが、生い立ちとか当てられてギョッとした。だが触れられたくない部分は言われなかったので、そこもすごいと思った。その相談した人がすごいその人に傾倒して依存しだした。職も住居も変えて逃げたらしいが、相談者が追いかけて行ってからわからない。多分過去にもそういうことがあったんだろう。あまり公にはしたくないけど、どうしても勘のいい人や、何らかの力ある人とかにバレてしまうって言ってたしな。会った瞬間からやべえやつなのは見えなかったのな。やっぱりこういうことも含めて、自分自身は占えないんだろうか。なんか気の毒だし大変そうね。子供の頃飼っていた犬のことを当てられました。腰のあたりがぽってりした柴犬っぽい雑種。と、墓参り行ってないでしょう？あなたのことを姉ちゃんと呼んでる。姉ちゃん、水ちょうだいって言ってるよ。と、確かに私は家族から姉ちゃんと呼ばれていたし、死んでから一度も墓参りをしたことがなかったので、それからは毎年墓参りに行ってます。あと、母がボケると言われました。妹は遠くへ行くからあなたが面倒を見ることになる。と、その時私は19歳で妹は15歳。母は43歳だったから想像もつかなかったけど、本当に現実になってびっくりしました。妹は転勤後結婚して飛行機の距離になり、母は60代で認知症を発症しました。他にもいろいろ言い当てられ、アドバイスいただきました。言いながら紙に書いてくれたので、今でもたまに見ています。すごいね。私も時々霊媒師さんに見てもらうけど、そこまで具体的に言われたことないので、こういう実力のある方に見てもらいたいな。先週タロットと四柱推命の両方をやってる人に見てもらいました。専業主婦で悶々としてると伝えたら、とりあえず働いてみようか、と言われて帰ってきました。これから行動を起こせば運が上向く、と言われて、やる気になってきて、先週末からいろんな求人サイト見てます。心理カウンセリングに行った気分でした。それが占いや霊視の良い、正しい使い方なんだよね。見えるとか当たるなんてそういう能力の人もいるってだけで、偉くもないし、はっきり言って意味ないの。人生を好転させられないんだったら、バカバカしいよ。狩野英孝の心霊の DVD で奥多摩のヤバいとこで、狩野英孝が霊媒師の忠告無視して自殺の名所の橋のとこ、ヘラヘラして歩き回ったり誰が見ても女の霊見えてる。ハイロープウェイのとこで霊媒師が止めてるにもかかわらず、行ったりして頼みたことあるな。霊媒師がブチ切れてたけど相変わらずヘラヘラしてて、霊媒師も神社の息子で強いバックがついてるから守られてるんだなぁと言ってたの記憶にあるわ。神社のお参りって大事なんだ。
遠参り行くと気持ち程度爽やかな気分になる。有名な神社の神主さんに仕事で会うことがあった。後で私だけ手招きされて、社長についてる生き量があなたにもつく可能性があるから気をつけて、と言われた。めちゃくちゃ周りから恨まれてる社長だったから、なんかあるとすぐ祈願祭とかするクソ社長だったけど、まず給料ちゃんと支払うことから始めないと社員は居つかないよね。それは地味に転職を勧められているのではわら。パワハラすごい社長で業界では有名人で、奥さんも5人も6人も変わってる人で全員神社に連れてくるので、その神主さんも会ったことがあるので、ろくな男じゃないというのは知っているようでした。その後すごいパワハラのターゲットにされて私も退職しました。転職勧められてたのかもしれませんね。米主さんが神主さんに見てもらった。そういう場合、どう具体的に気をつけたらよいかまで教えてくれるものなの？ただ気をつけてって言われても怖いだけで、嫌だなって思ったんだけど。それまでは普通の穏やかなおじさんだったのですが、手招きされた時に目が鋭くなって、ものすごく真剣に見つめられて言われてびっくりしてしまい、どう気をつけるかというのは聞くのを忘れました。でも半年後もまた社長が社員がすぐ辞めるから、と祈願祭をして神主さんに再会しました。そして生き量のことを聞くとついてないよ、と背中をポンと叩いてお祓いしてくれました。ただ男関係に気をつけてね、誘いに乗らないようにと言われ、その時セクハラに悩んでいたのでびっくりしました。大した話しができずすみません。詳細教えてくださってありがとう。なるほど。急に言われたらパニクりますよね。何事もなくてよかったです。昔旦那と2人で旅行先のスナックへ行った時、そこのマスターが見える人らしくて旦那に向かって、お兄さんの後ろに1、2人ほどくっついて入ってきましたよ、と言われて、旦那びっくり。私はドラゴンクエストが思い浮かんだ。どんな人がついてるのか聞きたい。落ち武者から昭和の人など時代関係なく、全員悪い感じがない男の霊が見えたそうです。旦那はガクブル状態でしたが、15年以上前のことで今は何人になっているのか、見える人がいたら教えてほしい。実家に帰省した時に母親と買い物して、どっかのショッピングモールで母親に強引にやらされた。この類を信じたことはまるでない。結果は、強い。ものすごく強い守護霊がついてます。鬼女の人生に窮地は起こらない。とものすごい勢いで言われた。誰だか知らんけど、確かに窮地なると、誰かが助けてくれるか良い方向に物事が行くわら。失恋で寝れない食べれないで10キロ近く痩せて、友達が見るに見かねて、山奥の霊能者さんのところに連れてってくれた。その友達の地元では割と有名なおばあさんで、お年寄りが病気や家族のことで悩んだ時に駆け込む場所だったみたい。そのおばあさん、私を見るなり開口一番。今は暗い顔してるけど24で結婚するよあんた。今の悩みもそのうち忘れる。そしてまた変な男に引っかかって、その後24で落ち着いた人と結婚すると言われて、本当にその通りになったよ。悩んだ彼氏の後の男が本当にモラハラでひどくて、逃げるように今の旦那と24で結婚したわら。正直霊感ある人は刑事になってほしい。霊視が嘘でも察しと推理が異様に優れてるってことなんだから。だよね。冤罪とかもなくなるし、イギリスでは普通に警察に協力してるって、日本も大きなヘビが脱走した時、協力した人いなかったっけ？青森の神様ね。藤子、金妻にも一時出てたよね。飯島愛の式を感づいてたみたいな。霊感刑事、日本にもいるよ。霊感とはちょっと違うけど女児連続殺人犯の宮崎勉の事件、あれ迷宮入りになりそうだったところ、殺された少女の霊が出てきて、担当者に証拠になるヒントを教えてくれたんだって。そしてそれがきっかけとなり犯人が特定された。この件も YouTube で動画見られる。後表向きには公表してないだけで、警察も霊能者の見立てを参考にすることあるよ。有名企業や芸能人などはほぼお抱えがいるのは事実らしい。能力がすごい人は企業に誘われて専属になるらしいね。霊能者が私を見た時浮かんでくるイメージが、まさに自分が抱えている大きな悩みそのものだった。その悩みで霊視、投資をお願いしたわけではないので言っていない。守護霊も、ああなるほど、という感じだった。
私は目を閉じて腕ブンブンされながら守護霊は、なんと戦国時代の武将だって言われたことあるよわら。なんか人生のアドバイスとかありますかって聞いたらお前に言うのはまだ早いから頑張れって言われた。守護霊様頼りない。もっと守って。学生の頃、友人5人で小田急線沿いの貿易に居を構える有名な霊視をできる方に会いに行った。特に商売にしているわけじゃないからと、まずその場全員の家族構成を、あなたは長女で下に年の離れた弟がいるね、と細かく正確に当てた。次に、あなたはピアノ習っていたのに手先不器用だね、と友達同士でも知らなかった過去の習い事をピンポイントで当てた。その時は友人が付き合い始めた彼氏とうまくいくかどうかをメインに相談。写真を見ると、ああよいね、この人は誠実だ、将来ずっといるね、と言って一同大喜び。その後、本当にその彼氏と結婚した。私が言われたのは普段ボーイッシュだったり、エスニックな格好ばかりしていたのに、その日はなぜか普通のミニスカートを履いていた。パッと私を見て、普段あなたは男っぽい格好をしているね。でもそれが個性だからとても良い。あとは、急に目を細めて、寂しがり屋だね、と言われたわら。すべて合ってて驚愕。占い師ケンケンとかいう人気の YouTuber は、霊とか超能力を全否定してインチキだと言っているけれど、少なくともネットの普及していないあの時代に、細かい個人情報と将来を的中させていたのは事実なんだよな。昔、当時の彼氏と新宿アルタ前の広場に座っていたら、みすぼらしい格好のホームレスじいさんがニヤニヤして近づいてきた。私の手の甲を見ながら、かわいそうにね、と何度も言う。何ですかと言うと、俺は人の手の甲を見ると何でもわかる。かわいそうな人生だねと何度も言ってきた。彼も、周りにいた中年夫婦も、そんなの当たらないよ、とか言ってくれたけど、まだ18くらいだったし泣いてしまった。なぜかというと、証明するためにって、自宅の間取りや玄関に飾っている特殊なもの、母の堕胎歴など言い当てられたためです。私も15年前くらいに同じようにアルタ前で、ホームレスみたいな男性に言い当てられました。テレビ番組って昔あったお昼の番組のことですよね。なんで私に話しかけたのか聞くと、ここの中、新宿アルタ広場で一番悪かったとか言われて、何月何日から何日まで気をつけろとか、部屋のカーテンを黒をやめて白にしろとか、当時黒だった。いろいろと言われました。本当に怖かったです。同じ。でも私は20年以上だから違う人かな。鍵を100本くらい束にしてズボンにつけてました。重視に霊感があってオーラというか、全体を見てあげるみたい。重視の旦那の職場ではある意味有名人らしい。何人か職場関係者を見てたら、ある上司が危ないと見えて、たまたま旦那がその件で呼び出され、それとなく伝えたみたい。その上司ご本人も気になってたらしいけど、重視は直接か、電話じゃないと、詳細は伝えない方針で気になるなら連絡くださいと、上司からの連絡はなく、それも本人の自由だからと、しばらくして、上司は全治3ヶ月の怪我をしたんだって、それを聞いた時には私もさすがに驚いた。それ、仮に本人が連絡したとしても、怪我を防げるの？じゃあ運命を変えられるってこと？完全に防ぐことができるとは言い切れないみたいです。場合によっては、予定を見直してもらって、気をつけてもらうしかないと言ってました。ただ、仕事の予定を変更するのは簡単ではない職業なので、清めの塩を作って渡してあげたりしてます。あとは本当に本人次第だと。ちなみに、相談されたら見てあげる。見ることでお金を受け取ったりはせず、ごく一部の知り合いしか見ないので私は信用してます。本当に霊視ができる人は、お金取らない。質問されたことにしか答えない。霊視を生業としていない。これが鉄則です。偽物は淘汰されてほしいよね。真剣に悩んでる人たちを騙してお金もらうなんて、本当に霊感あったら、そんなことしたら罰当たるってわかるはずだよね。本物なら、高額でないならお金払うよ。霊能者も生きていかないといけないし。そうだよね。親戚にいたと母から聞いたけど一切お金は取らない。どうして元ポストや玄関に置いていかれたお金は、全部施設とかに寄付してたそう。その霊視できる人は質問されたこと以外に、
見えたものはなぜ言わないのだろう。体力使うから余計なところは見ないんじゃない？相談内容がもし恋愛だとするなら、それに関することだけ集中してみるんだと思うよ。あれもこれもじゃきりないからね。本人が、それは聞きたくなかった、と思うような余計なことは伝えたくないからです。たった一言でその人の人生を変えてしまうかもしれないので、なので聞きたいことはありますか？と聞いて質問されたらそれに答える。また聞きたいことは？って聞いてというのを繰り返して、本人が希望したことのみ話します。だそうです。奄美病院で働いてた時にユタの方とお会いしたことある。ユタの方の担当をした先生は、実家にいる体の弱い妹のことを心配してて、急に、妹さんは大丈夫ですよ、って言われたらしい。先生は何も言ってないのに、本当に急に言われたってびっくりしてたよ。地域で有名な行者さんと、同僚紹介のお坊さんと、占い師さんと、あとインドの聖者、お金は占い師さん以外は無料かお気持ち程度、投資は予備知識ないのにほぼ当たってた。特にインドの聖者は日本語わからんはずなのに、自分以外の人の投資も通訳で当たるとか、そんなものじゃなくてものすごくて驚いた。だからってそこで突然それを利用して、すごく幸せになるとかじゃなくて、自分や相手はこういう本質だから、普通に努力しなさいとか、周りを思いやって生きていきなさいみたいな話だよ。死後の世界のこと、霊感ある人に教えてもらいたいな。あるとは思うけど、今宗教で言ってるのとは、また違うんじゃないかなとは思ってて、気になってる。中途半端な霊感の持ち主だから霊と話したり、毎回クリアに見えてるわけではないのでこねた程度に、身近な人が亡くなる時に虫の知らせで感覚的にわかる。何も知らないのに不思議な現象が起こる。自殺した知人が最後に来てくれた。なんか伝えたかったんだろうなと思う。地震来る前に目が覚める人多いでしょう。タイの地震の前に象たちが海辺から離れたのと同じみたいに、動物的感は本当は人間にも備わってると思うんだけど、目に見えないエネルギーはあるんだと思う。今まで私が感じた現象を振り返ると、人間もエネルギー体で死んで体から離れても、スパッとなくならない気がする。その後どこに行くのか不明だけど、でも自分の大切な人が完全に無になり、自分もいずれそうなると考えるよりは、心の支えになるかな。でも別に信じなくてよいよわら。わかる。東日本大震災の日、たまたま休みの日で、風邪気味で少し横になってたら、パッと目が覚めた。2時45分だった。発生時刻2時46分。頭にパッと意識が戻る感じ。ちなみに西日本住みで、揺れたとかない。あと、おっしゃるように亡くなった人は49日か。どんな長くても1年くらいまでは、意識がこの世に残る気がする。地震、確かに、阪神大震災の時、早朝だったけどなぜかその少し前に目が覚めていた。そしたら地震が来たよ。うちの方は震源から離れてて震度4だったけど、今思い出してもなんであんな朝4時とか5時に目が覚めてたのか不思議。霊感ある方で以前霊につきまとわれたことがあったのね。お祓いしてもらって無事だったけど、それまでは霊が近くに来ると体が揺れた。風船と風船がぶつかるような感じでボワーンって感じで揺れるのよ。ある時、全く同じ感じで体がグワーングワーンって揺れた。また変な霊が来たのかな、困ったなって思ってたら、地震だった。東北からだいぶ離れてたから揺れるだけで済んだけど、東日本大震災だった。いつも思うんだけど、見えるなら未解決事件。行方不明の人、解決してあげてよ。見える知人に言ったら、そういうのは関与しちゃいけないしとか、言い訳してたな。霊媒？霊視？するとめちゃくちゃ疲れるって聞くよ。力になりたくても体がしんどくてできないんじゃない？あと、霊的な力がある人もみんなが同じじゃないみたい。一人一人性格が違うようにオーラが見える人でも見え方が違うらしい。そして、はっきりわかるものでもないみたいだよ。沖縄の女性に昔カウンセリングしてもらったことがあるけど、その人のブログにいろいろ書いてた。若い時から霊感があり、途中から見えなくなって、40歳でいきなりまた霊感があるようになった。その時に自分に神様がつくようになって、普段は占いみたいなことをしてカウンセリングしてるけど、
ミーサっていうレイとの会話はものすごく疲れるって。ドクター X の大門みち子が手術終わった後、ガムシロップ飲むみたいなエネルギー使うし、一日中寝たきりになるってさ。疲れるからミーサは本当に必要な時以外はしたくないって。オーラも昔、オーラが見えるって、若い女の子の芸能人がいたけど、あのことは見え方が違うとも書いてた。その人はいきなりビジョンが飛び込んでくるって言ってて、それが直接な映像じゃないから曖昧な感じみたい。だから、未解決事件の犯人なんてわかるんじゃないのって思う人いるけどそんな単純じゃないみたいだよ。ちなみにうちの親戚もがっつり霊が見えるし、親戚中が知ってるから頭おかしいとかでもない。いとこも化け物みたいな霊見ている。親戚のおばさんも昔は、丸月丸日は気をつけてとかアドバイスくれてた。だから私は霊視できる人もいるって信じてる。ただ、霊視はそんな簡単にできるもんじゃない人が多いと思うから、知り合いしか見ないとかお金取らない人の方が信用できると思う。霊視されたら風俗やってたこととか、最近いかがわしい本読みまくってることとか、バレちゃうのかなわら。将来は見てもらいたいけど、こういうことがバレるのは嫌だな。バレると思う。自分は大学に行ったら男友達だけ作って終わりとか、一人暮らししたら男連れ込んでだらしなくなる、とか言われたな。その人の性思考などもよく見えてるみたいです。私競馬してたら霊視の人にバレたよ。競馬よく当てるみたいね。って言われた。はっきり言いますがバレちゃいます。不倫しまくりの女性が、人間関係のことで相談に行ったら、あんた、子供できやすいね。気をつけなよ。とアドバイスもらって、その後不倫相手との子供できたかもしれない。って大騒ぎして、まあできてなかったけど、見えてるんやなって思った。全部バレるしそれ以外も全部バレる。霊視中考えてることもバレるしそれ以降も全部バレる。そん時に頭で変なこと考えてたらバレるのか。これは本物の霊能力者のところには意見は。みんなバレまくり体験談ばかりで笑った。あの栄光がさ、寒い時期に心霊スポット行ったら、急に背中が熱くなってきて、やばい、何かに疲れた、ってテンパってた。同行してた霊媒師さんに、背中がやばいんです。ってお祓いしてもらおうとして、霊媒師さんが背中に手当てたら、あ、春北海道張ってますね。って言われたんだよね。栄光ちゃんわら。怖くて読んでたらオチで笑ったわら。いかがだったでしょうか？皆さんのご感想や体験談、ぜひコメント欄で教えてください。これからも有益な動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは次回の動画で、ゆるちゃんでした。